50代後半で早期退職した。60歳定年で再雇用しなかったという方の動画をよく見かけます。会社を辞めれば自由になる。それは多分そうなのでしょう。でもその自由を安心して手に入れるには、絶対に確認しておきたい現実があります。それは退職後の生活費です。年金が始まるまでの空白はどうするか。例えば年間400万円の生活費なら5年で2000万円、月あたりで33万円。これは生活費だけに回せるお金ではありません。最初の2年は健康保険料や住民税も大きいでしょう。今日は早期退職の動画で見落とされがちなお金の現実と、事前に確認すべきポイントを私の経験を交えてお話しします。ご確認ください。この動画はチャンネル名望月秀夫の退職年金生活で公開している動画です。表示中のチャンネル名が異なる場合、この動画は無断転載されています。誤解のないように言うと、私は早期退職そのものを否定したいわけではありません。退職金の上乗せや資産運用、ローンの完済など条件が揃っているなら、早く辞める選択は十分ありだと思います。むしろそういう環境にあること自体幸せなことかもしれません。ただ私が気になるのは、そうした動画の中でお金の話や生活の実感があまり語られていないことです。退職金はいくらで年金までの空白をどう埋めるのか、毎月の支出はどうなっているのか、そんなの話す必要ない、アップ主さんの自由でしょと言われればそれまでですが、でもそこが見えないままやめて正解という部分だけを見てしまうのは少し危うい気がします。大事なのは、他人が大丈夫だから自分も大丈夫ではないということ。自分の数字で本当に暮らしていけるのか、そこを確認することです。そこで見てほしいのは、私のチャンネルに届くコメント欄のリアルな声です。私のチャンネルのコメント欄にも退職された方からリアルな声が届きます。辞めたらお金を使わないと思っていたけど、意外と出ていく。最初の2年ぐらいは思った以上にかかった。こういう実感を持たれる方は非常に多いです。家にいる時間が増えれば光熱費や娯楽費が変わりますし、後回しにしていた家電の買い替えなども出てきます。そして何より重いのが健康保険料と住民税です。私の場合は年間約400万円の支出のうち、この税金と保険料だけでおよそ75万円を占めていました。
この年400万円という生活費の目安、実はコメント欄でもよく目にします。300万円でもないし500万円でもないんですね。現役時代に比べて給料が下がったり無収入になったりしても、前年の収入ベースで計算される税金はすぐには軽くなりません。これを現実として意識できたのは再雇用をしていたからです。給与明細を見たときに、ずいぶん引かれてるなぁと愕然としました。生活費として使えるお金は思ったより少ないのです。私も60歳ですぐに辞めたい気持ちはありました。でもすぐには辞めず、半年だけ再雇用を選びました。それはこの生活費の現実を確認したかったからです。私も60歳の定年時、会社員生活は十分やった。これからは自分の時間を大事にしたいと思っていました。それでも半年だけ再雇用で残ったのは、会社に残りたかったからではありません。給与収入がなくなる前に65歳までの収支をシミュレーションする心の余裕が欲しかったからです。確かに再雇用になると給料は大きく下がり、立場も変わります。以前と同じモチベーションで働くのは難しい面もありました。ただ、その下がった給料の中でこれだけの税金が引かれるのか、企業年金や貯蓄の取り崩しはどんなペースになるのかという現実を家計簿を見ながら冷静に確認することができました。私にとってあの半年は納得して会社を辞めるための実験期間でした。その上でこれなら何とかやっていけると確信が持てたから、私は61歳で退職に踏み切ることができたのです。次は早期退職や定年退職を考える前に、最低限何を確認しておけばいいのか、そこをまとめてみたいと思います。ご確認ください。この動画はチャンネル名望月秀夫の退職年金生活で公開している動画です。表示中のチャンネル名が異なる場合、この動画は無断転載されています。では、早期退職や定年退職を考える前に、最低限何を確認しておけばいいのか。私はまず65歳までのお金の流れを年ごとに見ておくことが大事だと思っています。確認するのは主に3つです。1つ目は収入面。退職金、失業給付、あれば企業年金。貯蓄や運用の状態、配偶者の収入。これら65歳までに使えるお金です。2つ目は支出面。毎月の生活費、健康保険料、住民税、固定資産税や自動車税、さらに家電や車、リフォームなどの大きな支出。そして3つ目は年間の収支です。1年間でいくら入っていくら出ていくのか、
収入はない、取り崩すだけというケースもあるでしょう。足りない分はどこから出すのか。65歳までに貯蓄はいくら減るのか。この3つをまずはご自身の数字で確認してみてください。もしかしたら計算してみて、65歳までの空白期間、思ったよりお金が足りないかもしれないと不安になり、年金の繰り上げ受給が頭をよぎる方もいるかもしれません。ですが、繰り上げ受給は一生もらえる年金額が減ってしまうという後戻りできない大きなリスクがあります。だからこそ、なんとなくの不安だけで安易に年金を前倒しするのではなく、まずはこの65歳までの収支を徹底的に見える化することが大切です。ここが見えていれば早く辞めるのも正解、60歳定年で辞めるのも正解、再雇用で65歳まで働くのも正解。逆にここが見えていないなら急いで辞めなくてもいいと思います。早期退職の答えは他人の動画の中ではなく自分の収支の中にある。これから退職を考えている方は最低限でも65歳までのお金の流れをご自身の数字で確認してみてください。50代後半で早期退職を考えている方は今どんなことで悩んでいますか？すでに退職を経験された方は辞める前にどんなことを考えどうされましたか？今回の感想でも構いません。コメントをお待ちしております。このチャンネルでは定年退職・リタイア後のリアルなお金の話や暮らし・趣味のことなどリタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録やいいね、ハイプをいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。